はい、皆さんこんにちは。音声翻訳機 YouTuber の中トンです。前回、日本語の長い文章を英語にするっていうのをポケトーク S を使って行いました。今回はですね、コメント欄で日本語から中国語、日本語からタイ語についても検証してくださいというコメントをいただいたので、日本語から中国語にする検証を行いたいと思います。はい。で、検証のポイントは、まず、日本語を正しく認識するかっていうこと、そして翻訳結果です。で、前回と同じように、例文は渋谷区の子育て便利帳というサイトから文章を日本語で読んで、それをポケトーク S を使って中国語にします。そして、実際にちょっとね、僕が正しく中国語に翻訳されたかどうかがわからないので、この翻訳する日本文を英語にもしておきますので、ぜひ中国語のわかる方はチェックしてみてください。では、やっていきましょう。まず一番最初が、子供が生まれたので必要な手続きを教えてくださいというのと、次にそれに対するアンサーで、出産後に必要な手続きは、出生届、出産通知書の提出、児童手当、子供医療費助成の申請などがあります。こちらを日本語で読んで中国語にします。じゃあ、いきます。まずはクエスチョンの方ですね。子供が生まれたので必要な手続きを教えてください。因为孩子出生了，所以请告诉我需要的手续。はい。こちらの内容をポケトークセンターでこのテキストが出るので、それをここに貼っていきます。はい。ポケトークセンターの結果をこちらに入りました。まず日本語は正しく、もう完璧に認識されていますね。で、中国語の方が、因为孩子出生了，所以请告诉我需要的手续。はい、というような結果でした。では、これを DeepL という翻訳のアプリケーションを使って中国語から日本語に直してみたいと思います。はい、ここに中国語を入れて、で、ここに出ますね。で、これをコピーしてここに貼り付けます。はい、赤ちゃんが生まれたので必要な手続きを教えてください。これは OK ですね。じゃあ、これに対するアンサーの方です。じゃあ、これを読んで結果をポケトークセンターから貼り付けますので見てみてください。出産後に必要な手続きは出生届、出産通知書の提出、児童手当、子ども医療費助成の申請などがあります。生产后需要的手续有出生申报生生产通知书的提交、儿童津贴、儿童医療費補助的申請等。はい。これがポケトークで翻訳した結果ですね。まず日本語の方は、出産後に必要な手続きは、出生届、出産通知書の提出。出生届と出産通知書の提出がこれくっついてしまっているので、これが中国語にどんな風に翻訳されているのかっていうのを後でチェックしてみたいと思います。あとは児童手当、子ども医療費助成の申請などがあります。日本語はこの出生届、出生通知書のここだけですね。それ以外は完璧です。じゃあ、この中国語を DeepL で翻訳してみたいと思います。はい。この一番下に貼り付けた日本語が、ポケトークが翻訳した中国語を DeepL を使って日本語に訳したものです。出産後に必要な手続きとしては、出生届の提出、児童手当の申請、児童医療費補助の申請などがあります。これ、ほとんど内容としては大丈夫そうですね。なので、結果としては正しく翻訳されています。じゃあ、次の質問もいってみましょう。保育園の空き状況を教えてください。で、それに対しての回答ですね。じゃあ、これを言ってみましょう。まずは、保育園の空き状況を教えてください。保育園の空き状況を教えてください。請告诉我托儿所的空房状況。はい。これの結果をポケトークセンターから貼り付けます。はい。これが
ポケトークセンターで翻訳した結果、まずは日本語なんですけど、保育園の空き状況を教えてください。これはね、質問でかなり短いので正しいのと、あとはこの中国語ですね。これをまた DeepL を使って翻訳してみたいと思います。DeepL については、託児所の空き状況について教えてください。保育園と託児所っていう違いはあるものの、基本的にこれは正しく認識されているようです。じゃあ、これに対する回答を言ってみましょう。渋谷区公式サイトで公開しています。空き状況の情報は毎月上旬に更新しています。空き状況は下記の詳しい情報を見るからご確認ください。在涩谷区官方网站上公开了空闲状况的信息，是在每月上旬更新的。空置状况要看下列详細信息，請確認。はい。これの結果をポケトークセンターから貼り付けます。はい。日本語の方は渋谷区公式サイトで公開しています。空き状況の情報は毎月上旬に更新しています。空き状況は下記の詳しい情報を見るからご確認ください。日本語は正しく認識されているので、あとはこの中国語が正しいかどうかです。じゃあこれをまた DeepL で翻訳してみましょう。はい。この3行目の日本語が DeepL で翻訳したものです。渋谷区の公式サイトでは空室情報を公開しており、毎月上旬に更新されています。欠員状況については以下の内容をご確認ください。なので、これはどうも日本語から中国語に翻訳したときにちょっと意味が変わってしまったようです。で、これ空室情報になってるんですけど、ただ、このね、会話の中で保育園のことに聞かれて、それに対しての空室情報っていう、中国語でこれ何て言ってるかわからないんですけど、そういう内容であれば、大まか意味は通じそうな気がします。はい。このね、結果だけ見ると、空室情報と、あとは空き状況って、勝手にね、空室、部屋になっているんですけど、でも会話の中であれば、多分これは通じるのではないかなと思います。はい。じゃあ次最後です。最後は保育園を利用するにはどうしたらいいですかと、それに対する回答です。じゃあまず行きましょう。はい。保育園を利用するにはどうしたらいいですか？要使用保育園怎么做好呢？じゃあこれのポケトークセンターからの情報を貼り付けます。DeepL で翻訳された中国語を日本語に直したところ、保育園を利用した場合の上手なやり方とはというふうになってたんですが、ちょっとね、日本語のニュアンスとしては変わっているんですが、でもこの日本語から中国語へはちゃんと変換されているような感じがします。なのでこれ中国語わかる方、コメントいただけると嬉しいです。じゃあこれに対する回答。これ結構長いですね。じゃあこれをいきますね。渋谷区公式サイトにて入園のご案内をまとめています。詳しい情報を見るから詳細な情報をご確認いただき、必要な書類をご用意した上で、省庁4階保育課窓口にて申請してください。在涩谷区官方网站汇总入园指南，因为要看详细的信息，请您确认详细的信息，然后在准备好必要的文件后，在小肠4層保育課窗口申請。はい。じゃあこれの結果をポケトークセンターから持ってきます。はい。渋谷区公式サイトにて入園のご案内をまとめています。詳しい情報を見るから詳細な情報をご確認いただき、必要な書類をご用意した上で、省庁4階保育、ここがちょっとやっぱり渋谷区の省庁っていうのがお腹の省庁になっているので、ここはちょっとダメっぽいですね。はい。なので、これを一応 DeepL を使って翻訳してみたいと思います。
はい、一番下が DeepL で翻訳した結果です。入園方法の詳細は渋谷区の公式サイトで確認して必要書類を準備して小町4階の保育園で申し込みをしてください。なので、これはちょっと、微妙な翻訳になってるんですけど、ただ、ここら辺はこのね微妙な単語の認識のズレ、保育課窓口とかそこら辺はこれはどうなんでしょうね。ちょっと惜しい感じですけど、だからこういう場合はいくつか文章を切って回答したりね、質問したり、質問する方は大丈夫ですけど、回答が長い文章になったり、結構その小町4階保育課窓口って結構これ日本語でもなかなか早口言葉で難しそうな感じなので、こういうものはもっと分かりやすい単純な言葉にして翻訳した方が良さそうです。なので単純にこれ保育課窓口とか、窓口にて申請してくださいとか、それぐらい短ければ正しく翻訳されるんじゃないかなと思います。例えばね、これ渋谷区の人がポケトーク S 翻訳機を使って日本語がわからない中国の方にこういった説明をするときは、こういう小町4階保育課窓口みたいな長い言葉を使わなくて、窓口にて申請してくださいと使う単語を短くすれば通じるんじゃないかと思います。はい、ということでポケトーク S による長い文章、日本語から中国語への翻訳について検証してみました。で、実際ね、これ中国語の翻訳結果を DeepL を使って日本語に翻訳してみたんですけど、もともとの中国語の翻訳のそのニュアンスとか、実際こんな風に言うよっていうのが多分言い方違ったりすると思うので、中国語がわかる方はコメントいただけるとありがたいです。はい、ということで、今日はここまでです。よかったらチャンネル登録お願いします。では皆さん、また会いましょう。さようなら。